前回 EvenG2 を紹介した動画の中で EvenHub というアプリストアのような機能についても話しましたが、ようやく時間が作れたので今回は自分で EvenG2 のアプリを作ってみようと思います。あれから EvenG2 はさらに進化していて、メガネからもアプリの開発が行えるようになるターミナルモードという機能もあるので、そちらも紹介していきます。それでは EvenG2 アプリの開発のためにもターミナルモードを使っていきたいと思います。ターミナルモードとは母艦 PC で動いているコーディング AI に EvenG2 から接続し、音声入力を使って操作できる機能になります。これを使えば理論上 EvenG2 だけでコーディングが可能になります。もちろん開発の対象は EvenG2 のアプリに限定されません。クロードコードだけの対応で始まったこの機能は最近コーデックスにも対応し、より使い勝手が良くなりました。この機能発表された日に使い始めてはいたんですが、最初はバグも多く使い心地が良くなくて離れてしまっていたんですが、今では安定して使えるようになっています。一応使い方なんですが、母艦 PC 上で EvenTerminal コマンドを実行するだけです。もしテールスケールを使って外出時も操作したい場合にはテールスケールオプションを渡してください。テールスケールとコーディング AI を組み合わせた活用については別の動画で解説しているので、そちらをぜひご覧ください。スマホの EvenRealities アプリ側では設定画面にターミナルモードのトグルボタンがあります。こちらをオンにするとターミナルモードを使えるモードに移行することができます。そうしたらスキャンボタンをタップして先ほどターミナルに表示された QR コードをスキャンしてください。すると接続設定が完了し、ストリームを開始ボタンを押せば準備完了です。自動的に母艦 PC で動いているクロードコードやコーデックスのセッションが全部スキャンされ、一覧として表示されます。あとは開発したいセッションを選択し、音声入力を行うことで普段のコーディング AI と同じ使い心地で使用することができます。なお EvenG2 側からでもセッションを新規作成することができます。しかし作業フォルダは事前に作っておくことをお勧めします。さもないと母艦 PC のホームディレクトリに自動でフォルダが作成されてしまうからです。さて今回作るアプリなんですが、初めてということもあるので機能は非常にシンプルにしたいと考えました。そして考えた結果、EvenG2 上で俳句を表示するアプリが面白いんじゃないかなと考えています。街だったり自然の中を歩いている時にその季節に合った俳句を目の前にふわっと表示するようなイメージです。実は EvenG2 をこれまで使ってきて感じていることなんですが、意外と EvenG2 だけではできることが少なくて物足りないと思うことがあります。あくまでこのデバイスは普段の生活の補助的ツールなんでそれは仕方ないんですが、それでももう少し何かできるといいかなというふうに思っていました。ニュースアプリはそれはそれで読むのも楽しいんですが、もう少しエンタメ要素が欲しいなと考えた次第です。ということで、このような未来的で現在の技術の最先端であるデバイスと俳句のような何千年も前から読み継がれているような文化をデジタルわびさびみたいな形で融合させたら面白く映るんじゃないかなと思ってやってみることにしました。開発をスタートするには最初に少しだけ下準備が必要です。ただ EvenRealities 社が開発用のドキュメントを用意しているので、基本的にはこちらに沿って進めていけばそこまで難しい作業ではありません。むしろ普段から開発をしているような人であればかなり簡単にセットアップできる部類だと思いました。一方で普段あまり開発をしない人にとっては少し抵抗感があるかもしれません。内部では Node.js という技術を使うためバージョン管理も適切に行った方が良いです。そのまま進めてしまうと他の開発案件で使っている環境と衝突してしまう可能性があります。とはいえわからないことを AI に聞きながら進めればそこまで困ることはないと思います。実際の流れとしてはまず依存ライブラリをいくつかインストールします。それに加えて AI 向けのスキルも公開されているので、こちらも入れておくことを強くお勧めします。このスキルをあらかじめインストールしておくと AI 側に EvenG2 を使った開発の知識が追加されます。そのため例えば EvenG2 用にこのアプリを作ってと指示するだけでも最初の土台作りから具体的な機能の実装までかなりの部分を AI に任せることができます。逆にこのスキルを入れてない場合、EvenG2 は比較的新しい技術なんで
AI が十分な知識を持っていない可能性があります。その状態で AI に都度調べさせながら開発すると、最新情報を正確にキャッチアップできなかったり、細かい部分の実装がおろそかになってしまったりすることがあります。そのため、この AI 向けスキルについては、おすすめというより基本的には入れておいた方がいいと思います。ちなみに、開発するだけであれば、EvenGz の実機を持っていなくても問題ありません。EvenRealities 社がシミュレーターを用意しているので、開発したアプリはパソコン上ですぐに動作確認することができます。シミュレーター上では画面の表示を確認できるだけではなく、EvenGz 本体のタッチパッドや EvenR1 リングで使う基本操作も再現できます。例えばスワイプ、タップ、ダブルタップといった操作が対応しています。僕が触ってみた印象では、基本的な開発であればほとんどシミュレーター上で完結できそうです。まずはシミュレーターを使ってアプリを作り、最後に実機で細かい部分を確認する。基本的にはこのような流れで開発を進めていけば良いかと思います。実機を持っていない場合でも開発を進められるのはかなり便利です。例えば EvenGz を注文してまだ手元に届いていない場合でも、届くまでの時間を使って開発を進めることができます。開発効率という意味でも非常に助かる仕組みだと思います。さて、今回は先ほど紹介したターミナルモードを早速使って EvenGz 用に俳句アプリを作ってみようと思います。理由としてはやはりターミナルモードの使い心地というか、どのように動くかっていうのを同時にお見せしたいからです。最初に正直に言ってしまうと、パソコンの前に自分がもういるのであれば、ターミナルモードを使わなくても普通にパソコンと従来のように対話しながら開発するのが早いしベストだと思います。今回はあえてターミナルモードを使ってこれだけスムーズに開発ができるっていうところもお伝えしたいため、こういう方法を使っています。ちなみにターミナルモードが有効時には EvenGz のオートスリープ機能もオフになり、スクリーンは明示的に消さない限りつきっぱになってしまいます。それではアプリが作られる様子を早送りでご覧ください。ということで開発したアプリがこちらになります。起動するとその季節に合った俳句が表示され、自分が見ている景色と重なります。いずれ位置情報に基づいてその場所にちなんだ俳句が表示されたらなお面白いと考えているのですが、俳句のデータ側にも位置情報をそれぞれ割り当てる必要があり、なかなか大変なんでやっていません。開発でトリッキーだったところで言うと、当初俳句をフェードインアニメーションでふわっと表示させたかったんですが、 API の都合上実装は難しいと判断しました。他にももともと俳句は縦書きで表示したかったんですが、こちらもディスプレイのサイズの都合上、縦方向のドット数はたったの288ピクセルしかなく、非常に窮屈であるため途中で方針を変更しました。ちなみにこれらはほんの序の口で、スマホアプリのような感覚でいると非常に厳しい制約を感じるのが EvenGz のアプリ開発ではあります。しかしそんな中でも世界中の EvenGz ユーザーがアイデアを形にして日々ストアが盛り上がっているのが今の現状です。面白いのは、たとえ外部に公開することを選ばなくても自分専用のアプリを作って日常の生産性を上げることができる可能性がある点です。EvenGz ユーザーの方で興味がある方はぜひ触ってみるのをお勧めします。そんな感じで今日は EvenGz のターミナルモードの機能、そしてアプリの開発についてご紹介しました。この動画が面白いと思ってもらえた方はぜひチャンネル登録、そして動画の高評価をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。